こんにちは、アカデミアの富尾です。今回はサロンポピュラーベーシック53になります。今日はマッシュショートボブをカットします。基本をベースに誰でも簡単にカットできるように解説します。大人かわいいマッシュボブのカットポイントは、アレンジしやすく柔らかく見えるようにカットすることです。そのためにはバック中心部はディスコネクションでカットします。こうすることで丸さと軽さ、柔らかさを出すことがポイントになります。また顔周りも輪郭をきれいに見せるようにあまり丸くしないこともポイントになります。このチャンネルは世界各国の言語で見ることができます。YouTube の翻訳機能を使いご覧いただけます。では早速動画をご覧ください。では早速カットしていきたいと思います。少し長すぎるので粗切りをまず行います。できましたので、いつも行っていることですが、頭のトップ中心部に櫛を置いて、頭頂部を見つけ、そこから耳の付け根の後ろ側、ここで分け取りブロッキングします。反対側も同じように取ります。まずバックセクションの長さを決めるにあたって、横から顔の長さを確認して襟足の長さを決めます。今回は何回かカット練習できるように少し長めにカットします。本来もう少し短めが大人かわいいスタイルになると思います。何回か練習して自分のイメージに近い長さを見つけてください。長さを変えるだけでイメージが変わります。まずバックセクション3等分に分けてカットします。真ん中のブロッキングは三つ襟のところでブロッキングします。真ん中のブロックから本当は頭を少し前に倒し、床に平行にワンレングスでカットします。できましたらバックサイドのブロックは前方15度に引きカットします。見た目では前に引いてないように見えますが、引いて少し段差をつけた方が型崩れしにくくなります。反対側も同じように15度ぐらい前上がりにカットします。バックで同じ長さにカットできているかどうか確認します。切れているようですのでフロントサイドをカットします。目尻の上がったラインでブロッキングします。次に2等分に分けて下のブロックを前方に引き、下唇を目安にカットします。前方への引く角度は僕の場合、横から見て鼻のラインを目安に引き出します。そうすることで反対側も同じような角度に引きやすくなります。では反対側も同じようにカットを進めます。第1ブロックがカットできましたら、ここで左右対称かどうかチェックします。OK でしたら上のブロックを下のガイドに合わせてカットします。こちら側も上のブロックをカットします。次にトップセクションも下のガイドに合わせてカットします。
もちろん反対側も同じです。次に耳の付け根の後ろで分け取り、このようにブロッキングを取ります。耳上4センチぐらいからカーブを描き、バックセンターが少し下がるように取ります。まずセンターで分けてグラデーションをつけます。ポイントをあまり上げずにカットします。スライスラインは放射状に取っていきます。フロントサイドはここに穴を開けないように、ここの厚み部分を確認してカットします。反対側も同じようにバックサイドに穴を開けないようにカットを進めます。これで丸さがつきました。次に先ほどカットした紙を下ろします。頭が球体ですので、はじめはもう一度ブロッキングした方がミスが少なくカットできるでしょう。はい、このようにブロッキングします。縦スライスに取り、床に平行に引き出すとオーバーラップした下の紙が見えますので、この下の紙をガイドに床と平行にパネルを引き、毛先が細くなるように段差をつけていきます。フロントサイド方向に向かってカットしていきます。ディスコネクションでカットすることで動きも出しやすく、横から見てソフトな丸みをつけることができます。こちら反対側も同じようにカットします。これで毛先が細くなり、内側に馴染みやすくなります。次にトップのブロックをカットします。放射状にきれいに溶かし、トップセクションはセンターで分けて三角に分け取ります。これが先ほどカットしたガイドになります。先ほどは床に平行に引きましたが、今回は頭皮に対して直角に引き、下をガイドにカットします。このようにカットします。次にセンターで分けて斜めにシェイプして放射状にスライスを取り、同じようにカットを進めます。フロントサイドへとカットしていきます。
もちろんこちら側も同じようにカットを進めます。これで毛先にレイヤーが入り、柔らかくオーバーラップされて綺麗なシルエットを作ることができました。この段階で襟足の長さを微調整します。できましたら前髪部分からカットしていきます。本来お客様の要望に合わせて長さを決めますが、次にカット練習する関係もあって少し長めにカットします。しかしカット方法は同じです。このように鼻の幅ぐらいに三角にブロッキングを取ります。このパネルを輪郭がきれいに見えるように鼻ぐらいの長さにコンケーブにカットします。次のセクションは目尻の上がったラインぐらいの幅に分け取り、顔を正面に引きカットします。次にもみあげ付近でブロッキングを取り、ここに向かって上の流れを活かしながら前方方向に引きカットしていきます。顔をもっと出したい人は耳の付け根に向かってブロッキングを取りカットすると顔が出る面積が増えていきます。自分が顔に対してどのような輪郭を出した方が綺麗に見えるかによって位置を変えて行います。反対側も同じように分け取りカットしていきます。カットができましたら、お客様が顔を下げた時に上の髪が前に出てこないように前方に引き、下のガイドに合わせてカットします。段差はつきましたが、すでに顔の輪郭の出具合はカットできていますので、前方に引いてガイドに合わせてカットして段差をつけても問題ありません。出てくる髪は前に引きカットします。反対側も同じように出てくる髪はカットしておきます。これでお客様がどのような動きをしても変な髪が出てこなくなりました。次にバックでカットした髪をガイドにトップ中心部モヒカンに取り、床に平行にカットします。真ん中にガイドができましたので、センターで分けてバックからフロントに向かってトップをカットしていきます。
当然こちら側も同じようにカットしていきます。できましたらチェックカットとしてモヒカンガイドに合わせてフロントサイドの紙を上に引き上げカットします。反対側も同じようにチェックカットをします。はい、これでウェットカットの終了になります。ここに柔らかい丸みを出すことができました。ディスコネクションカットすることで動きと柔らかさを出すことができ、長さをアレンジすることで多くの年代層に合わせることができます。それでは乾かしてドライカットしたいと思います。乾きましたのでドライカットを行います。60年代、70年代はこれでカットの終了でした。では襟足の方から削ぎを行います。襟足部分を分け取って中間から毛先に向かって削いでいきます。次は中間部分になります。ここは膨らみを抑える部分ですので、オーバーラップした紙を確認しながら削ぎを行います。内側の毛先と上側の紙を見極めて削ぎをしていきます。薄いところと厚いところをよく見て削ぎを入れていきます。トップセクションはレイヤーを入れていますので、毛先の表情を見ながら削ぎを行います。毛先の表情が出やすいように削ぎを入れます。フロントサイドはカットラインに沿って中間から毛先に向かって削ぎを入れていきます。上のブロックも同じように削ぎを入れていきます。次に特にもみあげの部分は異常に分厚いので削ぎを多めに入れていきます。ここの部分だけ大胆に削ぎを入れます。もちろん反対側も同じように削ぎを行います。
そしてこのもみあげの部分を分け取って、この部分を削ぎます。次に前髪の部分です。前髪部分は床に平行に引き出し、毛先中心に削ぎを行います。フロントサイド方向も見ながら毛先に削ぎを入れていきます。反対サイドも同じように削ぎを入れていきます。トップ部分も必要でしたら毛先にチョップカットもしくは削ぎを行います。ではアウトラインのチェックをしていきます。はい、ドライカットの終了になります。サロンでは細かい髪を流して仕上げますが、ここでは手ぐしで細かい毛を払い落として仕上げたいと思います。できましたので、コキュメローバームと N ポリッシュオイルをミックスしてつけていきます。バッグ内側からつけていき、前髪は毛先につけて立体感と毛流れを見ながら仕上げていきます。だんだん仕上がってきました。手ぐしを入れたような立体感と無造作な感じをイメージして仕上げます。はい、出来上がりです。はい、仕上がりです。はい、今回は大人かわいいマッシュボブを簡単にカットする方法として紹介しました。ポイントはバックセンターをディスコネクションにカットすることと、顔周りを丸くカットしないことです。輪郭を細く見せることで大人かわいいスタイルができます。また、そぎを入れることでアレンジがしやすく、自分でドライした時に重くならずに自然の軽さが出ることです。時にはストレートアイロンで毛先の表情をつけてやり、メローバームをつけてやることでパサつき感がなくなり綺麗に仕上がります。何回か練習していろいろな長さの変化をつかんでいただけるとレパートリーが増えると思います。もちろん女性だけに限らずメンズヘアとしても使うことができます。それでは皆さん、このチャンネルが良いと思ったらいいねボタンと今すぐポチッとチャンネル登録よろしくお願いします。また概要欄に過去動画も記載していますのでよかったらご覧ください。ご視聴ありがとうございます。さようなら。